半年前にアメリカでジャパニーズカフェ、星というカフェをオープンしました。その時の、今の政権、バイデン政権の中で新しいビジネスをオープンすることには大きなリスクがあったんですが、今から振り返ってみて、これからの行方、ビジネスとして、カフェオーナーとして、テキサス州民として、アメリカ人として、そして日本好きな人として、これからの行方、その見込みについて今日お話しさせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。星ジャパニーズカフェ、約半年前にテキサス州プレーノ市でオープンしました。その前から少しずつ大判焼き、今川焼き、回転焼きですよね、関西だと。とか、他のそういうストリート系のものを作って、テキサスで日系スーパーに、大変お世話になっている三つ葉スーパーにおろしたものを、売れるようになってきて、人気が出て、この足で、じゃあカフェをオープンすれば、もっともっと日本のストリートフードをアメリカで提供できたらいいんじゃないかなと思って、結構不景気、インフレーション、インフレ、バイデン政権、これからはどうなるのかっていう、いろいろわかんない中では、オープンすることにしました。その半年前だったんですが、振り返ってみると、後悔ないんですが、辛い、大変なところがいろいろあって、でも、先日の選挙で、いろいろこれからの見込みとかっていろいろ変わったんじゃないかなっていうことも感じています。正直に、日本人、アメリカに来られる日本人、アメリカに住んでる日本人はもうご存知だと思うんですが、アメリカの物価が異常に高い。燃料も高い。卵が高い。電気が高い。お水が高い。家賃が高い。何でも高いです。今の為替でドルで考えて、日本人として考えると、うちのおにぎり、うちのもう商品も全部高いです。それでも仕方ないって今のアメリカの現状になってるんですが、これからはそれどうなるのか、なぜそうなったのかということは、原因は分かったんです。バイデンは大統領になった途端、全部上がりました。燃料パイプライン、ガソリンがまず、バイデン政権にやられたからこそ一気に上がりました。テキサスに来た時の1ガロン1ドル50セント台のガソリンがいきなり3ドル近くまで上がりました。もちろん、燃料のを基づいて全部トラックとかもうすべてはもう作るものとかはね、油とかもうすべてには関係しているから値段の方が全部上がりました。牛乳、卵、大判焼きの元にあるものが全部上がったから仕方ないんで全部、すべての物価、食べ物が高いアメリカですね。トランプが大統領としてで決まってから、一気に翌日からって言ってもいいんですが、いろいろ変わりました。雰囲気が変わりました。もうバイデン政権の間に、この4年間で、カフェオーナー以外にも、不動産の仲介業もやってます。不動産屋として問い合わせは一件がなかった。この2、3年間も。本当にもう誰もなぜかというと、金利がめちゃくちゃ高くて、家を買いたくても買えない。ローンを組めない。毎月の支払いは不可能なことになって、本当にそれまでは元気であったトランプ政権の時、前のトランプ政権の時に元気であった不動産屋のビジネスも止まってしまったんです。トランプが選ばれた翌日に、しばらくもう連絡のない投資家からも、いろいろな方からも、いや、落ち着いて2025年の、ちょっとね、良くなるんだろうということを一気にみんな、ふーっとなったから、不動産の問い合わせもあったり、人がリラックスして笑顔になったり、もっとビジネス的な規制も少ない、税率が少なくなる、燃料に対する優しい政権になるからこそ、ビジネスマン、私のレベルの一つのカフェのオーナーさんとしてでも感じた方が多いと思います。トランプは好き、トランプ嫌いとかって、その中だとしても、正直にビジネスマン、ビジネスに対するフレンドリーさ、ビジネスを応援したい、ビジネスよりの法律を作りたい、税率を落としたい、などのトランプ政権が、どう見ても今までの4年より、これからの4年は期待できるんじゃないかということが時間できます。もちろんアメリカはね、50州があるので、州によって、場所によって、
自分は4年前までカリフォルニアにいたんです。カリフォルニアの税金が高い。カリフォルニアの物価がさらに、テキサス最も高いのに、カリフォルニアはますます高いです。カリフォルニアのガソリンがテキサスより倍ぐらいのところもあります。倍以上になった時もあったんです。カリフォルニアのファストフードチェーン店の最低賃金が$20ですよ。$20。$20というのは今の円でいくと3000円以上じゃないでしょうか。1時間ですよ。ファストフード店で。もちろん物価が上がることは間違いないし、トランプが大統領になってアメリカはすごくこれからはね、いい方向に行くんだろうという中でも、どうかなっていうところもあります。カリフォルニア、ニューヨーク、ニュージャージー、イリノイ州、オレゴン州、ワシントン州、結局、東海岸、西海岸、リベラルなブルーステートのところから、ビジネスをやってる人たちもできないんですよ。あまりにも環境が悪い。あまりにも治安が悪い。あまりにもビジネスに対する法律が厳しい。制限のあるところから、テキサス、アーカンソー、アラバマ、フロリダ州、アリゾナ州などのところに移っているビジネスオーナーがものすごく多いです。ところで、テキサスは法人税ゼロ。個人の所得税、州レベルの所得税もゼロの州なんだけど、カリフォルニアと全然違うんです、その面で。いや、でもスティーブさん、この税が高いんじゃないか、土地税とかって。確かに土地税がカリフォルニアより一応少し高いんですが、他と考えると、消費税など考えるビジネスをやりやすい環境がいいんじゃないか。半年前にカフェ出したことに対して、何の後悔はないです。やってよかったと思うんですが、テキサスでやってよかったなと思って。カリフォルニアの最低賃金$20。テキサスは$7.25ですよ。だからってその$7台で人を雇えるかって、もう誰も来ないんだけど、$12、$13、$14とかそのレベルではいくらでも人がいます。いくらでも人を探せます。可能です。テキサスだと。カリフォルニアでは無理。ニューヨークでは無理。イリノイ州では無理。だからこそ、そこでビジネスをやってる人たちどんどん出て、テキサスみたいなところに来てる会社と人がものすごく多いです。これからは良くなる中では、チャレンジもいろいろあります。特にもうジャパニーズカフェとして自分の考え方、日本のカフェとして日本らしくビジネスをやりたいなと思います。一つはその中での大きなチャレンジはアメリカのチップ制度が非常におかしくなった。チッピングのことは以前このチャンネルでチップに関する動画も取り上げて、たくさんのご視聴者の方が見て、くださっていると思うんですが、アメリカでチップというのはもともと昔からあった意味のある、よう頑張ったなーって、はい、渡しますっていう気持ちと、今当たり前に、はい、くれ、みたいなチップ、毒にあった環境の中で、ジャパニーズカフェだからこそ、ノーチップのないお店にしたいなっていうのは一つはわざと決めたことです。それで今度、チップは当たり前じゃないかっていう頭になっている若者がそういう環境の中で働いてくれるのかどうか、頑張ってくれるのかどうか、チップなし、チップが来ることはほとんどないと。一応言っとくんだけど、チップを払いたいっていう方がいるから、ボックスを置いて、現金があれば残したいならどうぞっていうのは一応置いてるんですが、チップの画面とかには要求していることはない。何もしてないのに、こっち注文受けただけなので、はい、チップいくら払ってくれるのっていう、アメリカの中ではそういうふうになっていることが当たり前。カリフォルニアでそれもどこにいても、何しても、こういうところでもチップ取るのっていう、当たり前な環境の中で、ジャパニーズカフェ、チップを要求しないところで、頑張って、$12、$13、そのレベルでは頑張ってくれる若者がいるのか、アメリカ人でいます。そしてそれ以上に丁寧にお客さんが来た時にいらっしゃいませって日本語じゃないんだけど Welcome to Hoshi 笑顔でお客さん見せる。お客様にもお待たせしました。はいどうぞって頭を下げることとかよりいいサービスを提供することとか笑顔することとかよくアメリカに来られる方の中でもアメリカのお店に入るとき全てじゃないんですよ。
でも暗いとか挨拶のないとか、不愛想のところが多いと思うんですが、もっと日本的に、やっぱりお店に入る、どんなに日本でサービスが良くなくても、いらっしゃいませというのは、大きな元気な、その気持ちいいところだと私は思うので、そういう環境を作りたい。できる人がいるのか。カリフォルニアではできないわけではないんだろうと思うんだけど、もっと難しいと思います。テキサス育ち、テキサス生まれ、テキサスの若者の中でもしっかりしている人が多いような気がします。多分、ママとパパの教育、もしかしたら宗教とかもあるかと思うんですが、しっかりしている子がいるからこそ、私はこれからも期待できるんじゃないかと思います。テキサスの中で、日本人じゃないかもしれない、日本に興味がないかもしれないんだけど、こういうやり方、こういうアプローチ、こういう考え方をこういうお店、簡単に笑顔といらっしゃいませ、Welcome っていうだけで人が変わる。人も自然に笑顔になる。それに美味しい日本のストリートフードも提供、よりよくサービスでもして提供すると、ウィンウィンじゃないでしょうか。みんなプラスプラスになる。その社員の若い人たちにもすんごい重要な勉強になるし、チップとかってそういう変な頭じゃなくて、ちょっと私はできる限りは、もっとそうじゃなくて、会社のため、もっともっと会社のため、スタッフのため、いろいろ、なんていうの、もっとプラスお客様のためという頭、そういう子たちを探して入れてできるんじゃないのかなって私は、思っております。2025年まだ新しいカフェとしていろいろチャレンジが多いと思うんですが、皆さんよろしかったら、ちょっと高いんですが、よろしかったら星ジャパニーズカフェを立ち寄りください。たくさんのもういろいろなところからの日本人の方と、スティーブ・テキサルのファンをたくさんのご来店が誠にありがとうございます。これからも2025年もよろしくお願いいたします。2024年は辰年でしたよね、龍の。これから2025年の蛇年になりますよね。蛇って変わるんですよね。アメリカ、日本も2025年蛇年だからこそいい風にちょっと今までの皮を捨てて新しい方針、新しい持ってき方、アメリカと日本にウィンウィン。そういう風にこれから流れていくことを願っております。日々前進前向きにやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。失礼します。